皆さんこんにちは、村田治です。先日沖縄に実は生まれて初めて行ってきました。沖縄の海を取材してきましたので、今日はその写真をもとに水彩画を描いてみたいと思います。こちらが資料写真になります。雲の茜色の美しい感じと、それから海の方ですね、ちょっと夏というよりもまだ6月だったので、そこまで夏っていう感じではないんですけれども、それでもいろんな色が海に混ざっていてとても美しかったです。この微妙な色の重なり合いを絵の具の薄い重ね塗りで表してみたいと思います。薄くレイヤーを重ねていって、そうして微妙な色を表すというやり方になります。資料写真自体はとてもシンプルなので、人物がいるわけでもありませんし、建物がそんなにあるわけではありませんが、この雲と海の色ですね、それがうまく美しく出たらいいなと思って描き始めました。こちらが使用したウィンザー&ニュートンの絵の具になります。説明欄にも記述してありますので参考にしてください。紙はアルシュです。まずハケのようなもので全体を水で湿らせました。パーマネントローズを薄く水で溶いて、空の部分から塗っていきます。これは下塗りですので、全体に海の方も塗っていきます。今コバルトブルーを溶いています。これにセルリアンブルーを混ぜて、青い部分です。青い部分を資料写真を見ながら、ざっとですね、ざっと塗っていって、全然正確な塗り方ではありません。雲ですから、雲を本当に写真をコピーしても全く意味がないと思うんですよね。ですので気楽に塗りましょう。同じ色で海の方まで塗ります。ウルトラマリンブルーを少し塗って濃いめのブルーを塗っています。まだ水で湿らしたところが乾いていないうちに、少し濃いめのブルーといいますかを塗りますね。ウルトラマリンとかですね、ブルー系にローシエナを混ぜて、ちょっとグレーっぽい色にしました。雲の影のところというのはグレーが多いです。グレーっぽい色になりますので、イエローオーカーとかですね、ローシエナとか、そういった色をブルーに混ぜるとグレーができます。今回はローシエナを混ぜています。筆に水をつけて、光の反射のところをですね、ちょっと絵の具を拭き取って白くしています。ティッシュペーパーでちょっと水を取って拭き取りました。左側のところの島のようなところですが、もう一段階濃い色にして、まだまだ大雑把に描いています。まだ水で濡れていますのでね、だんだん薄くなってしまうと思うので、まだまだ下塗りという感じですので、にじみを生かして
大雑把に塗っています。一度水をスプレーして塗っていますが、今度はね、写真にはそれほど色が見えないと思いますが、赤っぽい色をね、塗っています。こういったいろんな赤とかイエローとかそういった色をですね、下の層に塗っておくと、乾かして、そしてまたその上に色を重ねていくと美しくなります。途中で一回ドライヤーで乾かしているんですけれども、その後でまた水で湿らせて、新たな層にまた絵の具を塗っていますね。少しずつ薄い色を重ねていって絵を仕上げていきます。いっぺんに写真の色の濃さで塗ってしまうと綺麗になりません。今ローシエナイエローっぽい色を塗っていますけれども、これも写真ではですね、わからないかもしれませんけど、うっすらとねイエローも入っていますので、たまにこのハケのような筆というかハケですね、ハケで塗っています。もう一度先ほど塗った島のようなところ、もうすっかり何かほとんど薄くなってしまいましたけれども、これでいいんですね。少しずつ塗っていきますので、先ほど1回塗ったところがもうほとんど見えないと思うかもしれないんですが、微妙に下の層に残っていますので、原画を見るとよくわかるんですが、それがまた味わいといいますか、複雑な色になっていきます。完全にウェットインウェットですね。少しずつ濃い色味にしています。この辺の木のところは本当に濃くした方がいいと思いますね。絵の具をちょんという形で紙の上に落としていくという形ですね。時々赤系の色を塗って、で乾いてしまったらちょっとにじみが出ないので、もう一度スプレーをして塗っていきます。暗いところはどうしても薄くなりがちなので何回も塗りますね。それからまたこれは水をつけた筆で光のところを表しています。パーマネントマジェンダーとブルーを混ぜてもう一段暗い色にしていますね。ちょっとビデオでは編集してますけど、途中ドライヤーで何回か乾かしています。これ4回目か5回目でまた左側の島のところ塗っています。下にうっすらと先ほど塗った層といいますかレイヤーといいますか残っているので、何回もやりながら
幻想的なちょっと霧がかかったような雰囲気にするためにこのように薄く薄く重ねていきます。すごくですね、大雑把に描いています。写真を見て形を丁寧に捉えてもね、植物の木ですからあまり意味がないので、どちらかといえば本当大きな形を描いていると。形というよりもこのにじみですよね。一番濃いところと、それからにじんで海の上に影が落ちているという雰囲気が出ればいいなと思って描いています。写真資料は非常に島のところが小さいですけれども、幾分大きめに描こうかなとちょっと思ってますね。空にまた戻りました。空もね、もう4回目か5回目ですかね。またパーマネントレッドを塗っています。このようにね、重ねるとどうしても濁ってしまうんですよね。で、濁らせないコツというのはですね、途中何回もドライヤーで乾かしてください。それが一つ。それから紙なんですけども、なるべく絵の具が食いついて下の絵の具が取れないやつ、今回はある種ですけども、そういった紙がいいと思います。ホワイトワトソンとかですね、使うとかなり下の絵の具が取れてしまうので、あまりうまくいかないのではないかと思います。いろいろね、お持ちの紙で試されたらいいのではないでしょうか。ちょっと岬のようにですね、陸の部分が右の方に伸びている細かいところを小筆で描いています。あと木が生えているので、ちょっと点描のような形で絵の具を置いていって立体的な感じを出しています。ペタッと塗ってしまうとですね、平面的になってしまうので、小さな灯台がありますので、ホワイトガッシュでちょんちょんという形で描いています。水をつけた筆で絵の具を拭き取って光の反射、明るいところですね、海の上の、それを描いています。最後に、右の上のところに鳥を濃い色で描いています。これで完成しました。
今日は色を薄く重ねて微妙な空と海の色を表現してみました。それでは皆さん、水彩画を描いて幸せになってください。またお会いしましょう。